地球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日はウルトラギャラクシーファイトの最新作に再登場が確定したウルトラマン USA に登場した3人のウルトラ戦士とその3人と戦ったソーキンモンスターという怪獣についての動画です。ウルトラマンスコット、ウルトラマンチャック、ウルトラウーマンベスの3人の設定、特徴、戦闘スタイルや SNS の裏垢などの解説をしていこうと思います。はい、まずこの3人は M78 星雲の出身です。結構前に紹介した M78 星雲の光の国以外の星を紹介する動画でも触れているんですけど、この3人は M78 星雲内にある惑星アルタラという星出身で、光の国出身ではないようです。そして同じく M78 星雲のソーキン星という星出身のソーキンモンスターという分類の怪獣たちと戦いました。M78 星雲にも悪いやついるんですね。後でこのソーキンモンスターについても解説します。当時の設定的にはどうだったかは置いといて、今現在のウルトラシリーズの設定から解釈すると、この3人もソーキンモンスターも M78 ワールドから次元移動して違う地球のアメリカで戦ったと考えるのが自然かと思います。大きく分けるとパワードとかグレートとかマックスとかと同じパターンですね。ウルトラマンスコットはスコット・マスターソンと、ウルトラマンチャックはチャック・ギャビンと、ウルトラウーマンベスはベス・オブライエンという人間とそれぞれ一体化しているんですけど、人間側の名前に引っ張られすぎやろ。3人とも名前が被ってるって、これがもし偶然だとしたら運命としか言いようがないですね。それかもともと名前がなくてこの3人の名前から取ったのかもしれないですけど、変身者の3人はもともとフライイングエンジェルスというアメリカ空軍のパイロットチームのエリートだったんですけど、事故で死にかけた時にウルトラマンスコットたちがしれっと一体化して、この3人はウルトラマン、ウルトラウーマンになりました。あまりにもサイレントで一体化したので、最初自分たちがウルトラマンになったことに気づいていなかったくらいですからね。人間体のスコットはイケメンで、休暇をもらうと俺はギャルのたくさんいるビーチで楽しもうかなみたいな感じで、陽キャでちょっとチャラい感じです。あと勝負服がダサいです。人間体のチャックはめっちゃ冷静で頭が良くて優しい感じのイケオジで、3人をまとめる司令塔のような役割を果たしています。人間体のベスはショートカット美女で勝ち気で負けず嫌いな感じの性格をしています。あと髪色が独特です。ウルトラマンスコットは変身者のスコットの影響を受けてなのか元々なのか、かなりダイナミックでイケイケな戦い方をする選手で、そして強いです。身長も82メートルありますからね。主な必殺技はグラニウム光線やウルトラスライサーなどで、他にも状況に応じていろんな技を使い分けることができます。初登場時の年齢は1万2000歳で、ウルトラマン太郎と同い年ですね。光線、斬撃、肉弾戦、何でもできる強力なウルトラ戦士です。ウルトラマンチャックも変身者のチャックの影響を受けてなのか元々なのかはわからないですけど、かなり冷静で他の2人に的確な指示を出せる司令塔のような役割を果たしています。主な必殺技はスコットと同じくグラニウム光線なんですけど、怪獣を保護できるウルトラバブルビームという防御光線を放つこともできるヤサオです。そして使えるのがチャックだけなのかはわからないですけど、他2人のウルトラ戦士や人間とテレパシーで意思の疎通を図ることもできます。でもなんだかんだ戦闘スタイルはパワー系だったりします。初登場時の年齢は1万4000歳で、人間体のチャックのイメージからしたら意外と若いです。ウルトラウーマンベスは女戦士なんですけど、パワーもめちゃめちゃあって 100m を超える怪獣も普通に投げ飛ばすことができます。全員パワー系やないかい。それに加えて水を操って華麗に戦うこともできます。でもこれはウルトラテレフィニシスという超能力を使って水を操ったらしいので、たまたま作中では水だっただけで、水以外、例えば砂とか炎とかも操れるのかもしれません。ルーブクリスタルでいうと少なくとも銀河よりは水属性の適性はあると思います。必殺技は他の2人と同じくグラニウム光線、そして水を操ったウルトラスパウトなどです。初登場時の年齢は1万歳で、レオ兄弟と同い年ですね。後々ウルトラマンベリアルにひどい目に遭わされます。さらっと3人の紹介しましたけど、3人ともかなり強い部類のウルトラマンだと思いますので、再登場した際は3人の強さ、性格、必殺技などどんな感じになるか楽しみすぎますね。
次は3人が戦ったソーキンモンスターたちについて解説していきます。ソーキンモンスターは2022年4月現在で5体登場しています。一番最初にさらっと登場したのは植物怪獣グリーンショックスで 100m を超えるクソデカ植物怪獣です。触手がとんでもない数生えていて、それで動きを封じた後に頭部の溶解液で溶かして捕食するというグロすぎる戦法を得意としています。その触手はちぎってもちぎっても果てしなくしつこく再生して、しかもめちゃめちゃ頭もいいのでさらっと出てきていいような怪獣ではありません。ウルトラウーマンベスと激しい戦いを繰り広げました。グリーンショックスとほぼ同時に出現したデンジ90ガルバラードとその本体のデンジ90イームも競合怪獣でした。イームが隕石を身にまとったのがガルバラードで、見た目通り防御力が高くて尻尾攻撃や電撃など攻撃も強力です。そのくせ動きも俊敏で、グリーンショックスと同時に出現したら絶対ダメだろうと思ってしまうような強さを誇っています。やっとの思いで体を破壊しても 152m もある本体のイームが再び戦いを挑んでくるという厄介極まりない強豪怪獣でした。ウルトラマンスコットと激闘を繰り広げました。そんな強すぎるソーキンモンスターの中にも癒し怪獣枠がいて、それがひょうきんこ怪獣ズーンです。見たまんまめっちゃ可愛いです。戦いを嫌うおとなしい怪獣で、能力的にも空を飛べるということ以外何もできないような愛すべき無能です。ウルトラマンチャックに無事保護される可愛いシーンがあるんですけど、可愛く見えてこの抱っこしてる人 79m で抱っこされてる方 35m ですからね。そしてウルトラマン USA のラスボス怪獣が超変身怪獣キングマイラ。こいつが本当にぶっ壊れ怪獣です。グリーンショックスもイームも普通ならラスボスでもおかしくないぐらいの強さだったんですけど、こいつはさらに強い怪獣でウルトラマン1人ではまず勝てません。何が強いかというと、この怪獣最初はめちゃめちゃ可愛い姿をしていて、性格もおとなしくて人懐っこい感じなんですよね。けどこれは芝居でゴリゴリに騙す気満々のペテン野郎なんですよ。90分後には大きさが倍になっているというチート性能で、なんと上限はなく無限にでかくなります。しかも性格もどんどん凶暴になって、体もゴリゴリのマッチョになっていきます。シンプルなパワーフィジカルのゴリ押しだけではなくて、透明になってテレポートする能力もあって、果てしなくうざくて強い性能をしています。ウルトラマンたちと戦闘中もどんどん大きくなっていって、最終的にウルトラマンガイアのラスボスの族くらいかそれ以上のサイズにまでなっていました。パワー系のウルトラマンが3人いて、追い詰められながらも連携しまくってようやく倒すことができた怪獣で、一般的な地球にもし現れていたら大変なことになっていたと思います。最後はウルトラマンタイガのボイスドラマに登場した寄生生命体パライダー。ウルトラマン USA に登場したわけではないので動画の趣旨からはそれるんですけど、他のソーキンモンスターよりも知能が高くて怪獣というよりは宇宙人に近い存在です。 U40 にも存在は知られていたので相当有名っぽいです。その名の通り有機物無機物問わずに寄生することができるという相当厄介な性能をしています。はい、さらっとソーキンモンスターたち紹介してきましたけど、この中から再登場する怪獣は現れるんでしょうか。 USA に登場したソーキンモンスターたちはいろいろ厳しそうではありますけど、淡い期待を抱いています。こんな感じでウルトラマン USA の3選手とその3人が戦ったソーキンモンスターについて解説してきましたけど、なんとなくの特徴は分かっていただけたかと思います。つぶらやイマジネーションで見れるので、まだ見てない方は70分くらいなのでぜひ見てギャラファイに備えましょう。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。